はい、ということでね、車内入ってきました。で、ていうかね、なんか20時間ぐらいにしてはね、なんかそこまでお腹が空いてないという。まあでもね、ご飯いただきましょう。はい。今回ね、ますと、こんな感じですね。いろいろ買ってきました。こちらからね、鳥取県大山の方なんで、大山の豚肉であったり、大山の鶏肉ですね。で、あと、ちょっとね、寄ったらね、半額のお惣菜があったんで、これ買ってきました。もうお腹空いてるんで、パッと食べれるようにね、購入させていただきました。ちなみに5個で150円ぐらいです。で、あとね、この鍋の素があったんで、僕、食べたことないんですけどね、すごい美味しそうだったんで、これ買ってきました。二郎系僕大好きなんでね。で、この分には、ニラもやしとか、さらにね、ニラを入れるようになってるんで、もうニラだらけにしてから、ニラ鍋にして、で、豚肉を入れて食べようと思います。はい。で、まずはもうちょっとお腹空いてるんで、こちらの豚串カツをいただこうと思うんですけども、これをね、ノンフライで温める作戦なんですが、電源がね、この下の方にあって、すごい、延長ケーブルどこがいたのに、延長ケーブル手に入らなかったんで、こっちにね、こんな感じで引っ張り出しました。重たかったです。で、もうこんな感じでセットして、ここでね、温めていただきましょう。ということで、セットして、で、ここにもう入れます。全部並べましょう。こんな感じで並べました。で、入れて、200度で4分。よし。で、これはもうほっといたらいいんで、次はもうお鍋作りましょう。今夜は鍋です。で、あとね、1個スペシャル食材買ってきたんですけども、これはね、ちょっとまた、後にします。伏せておきます。で、ちなみに、今回ね、さっきのミカモストアさんでお買い物した内容が、1442円でした。しっかり買いました。はい、そうこうしたらできちゃいました。ちょっと、放置します。で、これはね、もうすごい簡単なお鍋なんで、パッと作りましょう。水 180cc 入れるらしいんでね。水これぐらい。で、ニラもやし。なるほど。どうなんでしょう。これだったら2人前作っちゃってもいいかもしれないけどな。まあいいや。とりあえずね、2人前じゃなくて1人前ずつ作ってみましょう。もうこれは火が通ったら OK なやつらしいんで。千里眼。セカンドチャンネルはね、そこまで料理にこだわらないチャンネルのつもりでやってるんで、僕の息抜きみたいな感じでね、今やらせてもらってるんで、ちょっと手抜き料理っぽいのは許してください。でもこれは美味しいと思います。よいしょ。で、これにね、もう豚肉をいきなり入れといて、もう煮ましょう。手でね、ちぎって入れます。よいしょ。よいしょ。OK。よし。で、ガス。OK。あとはね、様子を見ていきましょう。で、これですね。昨日使ってたお皿、まだ使えるんで、ラップをしましょう。あんましね、僕このラップをするのが好きじゃなくて、見た目がなんかね、ちょっとあまり美味しくなさそうになっちゃうんで、料理が。だから、なるべく動画内ではラップかぶせないんですけども、今回はね、ちょっといろいろと思うところがあって、こういった実験もしてみてます。で、キッチンペーパー敷いて、こっちですね。よいしょ。はい。ちょっとね、色鮮やかですけども、大丈夫ですね。よし、熱々。よいしょ。OK。油もね、カレースプーン1杯ぐらいは落ちてます。よし。じゃあね、お腹も空いてるんでいただきましょう。いただきます。よし。いただきます。たまりません。はい、結構なニンニクの匂いがし始めました。大丈夫かな。ちょっと見てみましょう。もういい感じに入れてますね。早いな。っていうかね、ニラの量が半分になりました。あっという間にね、傘が何分の1かに減りました。すごい。もうちょい煮た方が良さそうなんでね。もう少し煮ます。よし、その間にね、食べましょう。おー、いいですね。じゃあちょっとね、いただきましょう。めちゃくちゃね、二郎系のいい匂いしてます。いただきましょう。
美味しいです。おお、こんな感じなんだ。本当に二郎系を鍋にしたような感じの味ですね。個人的にはね、なんかちょっと醤油のパンチが欲しいかなと思うんですけども、でもね、めちゃくちゃ美味しいです。あ、そうか、もともとね、野菜マシマシっていうのがあったりするんでね、もやしにやっぱし合うんですね。ちょっとね、ゆっくり食べます。はい。そうこうしたらね、ちょっと食べきっちゃったんで、次の料理作りましょう。で、お次はやっぱし鶏肉ですね。これをね、もうノンフライヤーで、揚げましょう。ノンフライヤーの腕の見せ所です。よいしょ。こうですね。こうやって開けて、5個入ってるんで、1個はね、お鍋、もう一回作りたいんでね、こっち入れましょう。1個はこのままで入れます。よいしょ。こっちにね、下味つけましょう。塩コショウ。下味 OK。お次は粉ですね。もう残り少ないですけど、もうギリギリですね。なんとかいけると思います。粉はね、振らなくてもいいんですけども、振ったら、表面がね、さっくり仕上がるっていうんですかね。そんな感じになるんで、僕はね、入れる方が好きです。はい。粉が少なかったんでね、もうちょっと、うっすらつけました。ここにね、並べます。よいしょ。こうで OK ですね。で、何分しましょう？ 10 分しましょう。はい。こっちもね、ちょっととりあえず煮ましょうかね。どっちみち煮ないといけないんで。じっくり調理します。はい。ちょっとね、車内が煙ってきたんで、こっちにね、向けました。やっぱしここにないといけませんね。よいしょ。自動ドアでね、窓を開けましょう。よいしょ。で、こっちもね、ぐつぐついってきたんで、第2回戦行きましょう。もやしを入れます。はい。お肉をね、入れます。よいしょ。で、食材いろいろ今あるんですけども、これも使いましょうかね。チンゲン菜。で、実はね、この雪はね、3日間降るっていう話で準備してたんで、僕もいろいろ食材買い込んだんですけども、実は、この雪はね、今夜降ったらもう中国地方では終わりらしいんですよね。だから、もう今日がね、最後の夜なんで、食材を使い切ろうと思うんですけども、多分ね、食べきれないぐらい量はあります。仕方がないですね。できました。どうでしょう。お、かなりいい感じですね。ちょっと置いて冷まします。よし。よし。ゆっくりね、蒸しながら煮ましょう。はい。ということでね、手羽出しました。いい感じですね。美味しそうですね。よし。じゃあね、いただきましょう。完璧です。めちゃくちゃ美味しいです。皮はね、パリパリで、中の身はね、もうめちゃくちゃふんわりです。身だけにしました。ああ、美味しい。最高です。はい。ということでね、またタブレットで見ながらね、ゆっくりしたいと思います。野菜から水分がしっかり出てから、水の量が増えましたね。味がね、相当薄いです。もう仕方がないんでね、もやしを2袋も入れたんで、これも2個目入れましょう。味が濃かったらね、様子を見て、またお水を足しましょう。よし。OK。300円の鍋の素全部使いました。ちょっと沸かします。よいしょ。どうでしょう。匂いはね、かなり戻りました。味は、かなりいいですね。これ、ジャンクっぽい味になりました。もう、まさにね、二郎っぽい味です。これで OK でしょう。ニンニクのすごいいい匂いもしますしね。これで正解のような気がします。よいしょ。よし。いただきましょう。良くなりました。味が濃くて辛くてね、二郎っぽいです。このお鍋はね、味をちょっと辛めに作るのが正解ですね。OK。ということでね、お鍋も揚げ物もビールも用意できたんで、
現在の時刻9時なんですけども、車内でね、過ごさせてもらいたいと思います。はい、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。ちょっとね、汁余ってますけども、これはね、明日食べます。もう蓋をして置いときましょう。で、外気の気温はね、もうなんか0度ぐらいらしいんですけども、車内の気温も下がってきたんでね、ちょっとストーブ出しましょう。よいしょ。OK、ついた。よいしょ。はい。ということでね、これでね、だいたい3時間ほど暖かくできます。ちなみにこの場ね、僕、4年ぐらい前に動画投稿を始めたぐらいの頃にね、もう購入してて、フリーマーケットで値切って3500円で買ったやつです。あんましね、今まで出番なかったんですけども、この掘りごたつ式みたいなものにしたら使えるようになったんでね、ちょっと引っ張り出してきてみました。でもね、かなり本当にいい感じです。暖かいです。ということでね、ちょっとゆっくりできるように少し片付けます。おー、汚れてませんね。すごいな。はい。ということでね、現在の時刻は11時52分とかで、12時前なんですけども、この分すごいですね。車内の気温がね、21度になりました。だからめちゃくちゃ暖かいです。もう快適な気温ですよね。本当に。このサイズのこの分で車内がね、こんだけ暖かくなるんで、もうめちゃくちゃ本当に快適です。で、現在のこちらの状況なんですけども、どちらかというとね、夜半ぐらいにちょっとまとまって降るような感じがあるらしいんですよね。で、今はこんな感じでね、雪がしんしんと降ってくれてまして、もう嬉しい限りなんですけれども、どうやらね、この雪は今夜半から明け方にかけてね、もっとまとまって降ってくれるみたいなんで、明日もね、雪を期待しながら、ちょっと今夜は休もうと思います。で、ちなみにね、ここは向こうにお手洗いがある場所なんで、この後ね、お手洗い行ってからね、休みたいと思います。ちょっとね、じゃあ行ってきます。よいしょ。気持ちいい。冷たい空気がね、気持ちがいいですね。場所はね、貸し切りです。寒い寒い。よし、行ってきます。よし、戻りましょう。このブーツ結構いいですね。最高です。よっしゃ。よし。ただいま。よいしょ。はい、ストーブ消したんでね。窓閉めました。じゃあね、あとは布団に入ってゆっくり休みたいと思います。で、今回はね、寝る時用の暖房はこの USB のブランケットしか持ってきてなくてね、ケーブルが短いんで電源がね、今回いろいろね失敗してるんですけども、とりあえず電源をちょっとこっちの方に持ってきてから、この辺に置いてつなげてからね、休みましょうかね。ちょっと準備します。簡単に言うとね、ダイソーがなかったんですよね。電気屋さんとかダイソーっていうのが、昨晩車中泊させてもらった場所から、こっちまで来る間にね、全くなくって、電化製品がね、買えなかったという、やられました。はい。ということでね、あとは、こうかな。よし、これで、休みましょう。ちなみにね、この電源は、昨晩、室内照明に使って、で、今日日中は、ノートパソコンとスマホの充電を同時に行って、で、今、この室内の照明等をね、つけてるんですけども、そんだけ使っても、電池はね、2メモリしか減ってませんでした。40% なんで、多分、600Wh ぐらい使ったってことなのかな。はい。だから、1日1メモリぐらいで、全部でね、同じような使い方しても5メモリしか使わないみたいです。ちなみにこの電気毛布なんですけども、これでいいのかな ?6W とかかな。すごい省電力なんですけども、これは結構暖かいです。ということでね、これを膝にかけて、休もうと思います。はい。ということでね、もう暖かい格好をしたんで、今日は休もうと思います。おやすみなさい。おはようございます。現在時刻は7時36分です。車内の気温は 3.6 度です。昨晩はね、電気膝掛けのおかげで、あったく眠れました。やっぱしこれいいですね。省電力で暖かくていいです。で、外なんですけども、詰まってますね、これは。いい感じです。これはすごそうですね。降りてみましょう。よし。せーの。すごい積もってる。めちゃくちゃ積もってますね、これ。
おーいい感じ。いいですね。画面が青い。極厚とはいきませんけども、しっかり積もってくれました。っていうかね、ここは景色がいいですね。ほら、雪山に来たっていう感じですね。これはいい天気になりましたね。すごい。空が晴れててね、雪がちらちら舞ってます。こういうのがね、したかったんで最高ですね。ちなみにね、昨晩は車全然入ってきませんでした。だからね、このわだちは僕のつけたわだちで、すごい静かに夜を過ごすことができました。どうしましょうかね。我慢できませんね。UCC 入れてからね、飲みましょう。今日は UCC ですね。これはもう、間違いなく、作りましょう。寒い日はやっぱし UCC です。これはね、寒冷地使用用のガスです。今ね、外気温がマイナス1度なんですけども、寒くてもね、安定した火がつきます。で、ちなみにね、湯沸かす時にはね、蓋をしとかないと早く沸かないんで、蓋は必需品です。もう沸きました。で、これをね、いただきたいところではあるんですけども、ついでにね、朝ごはん準備しておきましょう。朝ごはんね、昨晩の残り、鍋の残りですね。これにご飯を入れて、おじやにしましょう。で、味がね、ちょっと辛かったの覚えてるんで、ちょっと薄めにして、これぐらいおじやというか雑炊ですね。ごめんなさい。で、朝からね、これ全部一杯を雑炊にするのはきついんで、半分にします。ビールを買ったらもらえたご飯ですね。半分残しておくと。ごくごくとろ火でね、じっくり調理します。これならね、置いても大丈夫なんで、ちょっと離れます。ここにね、東屋があるんで、ここでご飯食べさせてもらいましょう。小動物が歩いた跡がありますね。よし。これね、窓の目隠し銀マットです。お尻ね、全然冷たくないです。よし。じゃあね、いただきます。美味しい。最高ですね。結構量があるな。めちゃくちゃ美味しい。美味しいんで、もうこれご飯全部入れましょうかね。お昼にね、他の料理に使うかと思ったんですけども、ここで平らげましょう。もうしばらく煮込みます。良さそうですね。いい感じできましたね。よし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 。オッケー。これをね、また外でいただきましょう。よし。美味しそう。いただきましょう。いただきます。美味しい。二郎系でね、雑炊したら美味しいなと思ったんですけども、まさにその味ですね。めちゃくちゃ美味しいです。よし。はい、ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。でね、早朝から美味しいご飯も堪能できたんで、そろそろね、片付けて移動できる準備をしたいと思います。よし。よし、じゃあね、雪かきしましょう。上から下ろしましょう。はい、ということでね、片付けと雪かきも終わったんで、そろそろね、次の場所に移動しようと思うんですけれども、僕、当初はね、3泊4日のつもりでいろいろ準備して、ここまで来たんですよね。なんですけども、
実はですね、明日はもうどこも雪が降らないんですよね。こんな感じで、唯一降るだろうと思ってたね、この若狭町っていうスキー場のある場所でも、どうやらね、今日晩から明日にかけてはもう雪が降らないらしくて、今ね、このチラチラっと降ってる雪が終わったら、今回の雪はもう終わりらしいんですよね。で、僕はね、今回3泊4日するために食材もいろいろ買ってたんですけども、ビールが2缶に豆腐が3丁、それからエリンギにラーメン、あとね、さらに僕スペシャルでと思ってたものがこちらのマグロのお刺身で、本マグロの刺身をね買ってたのにから、これもねまだ残ってるんですよね。で、どっかでねもう1泊したかったんですけども、もう雪が降らないんだったらね仕方がないんで、今回はねもうこれらの食材は家に持って帰って家でいただきたいと思います。仕方がないですね。本当はねあのマグロで漬け丼作ったり、このラーメンをね今日のお昼ご飯にしたりとか、エリンギのレシピもいろいろ考えたんですけども、ちょっと残念です。今回はもうちょっと諦めてキロにつけたいと思います。で、ちなみにねストーブはめちゃめちゃ暖かかったです。あれはね3時間100円ぐらいで車内アタックできるんで、かなりいいと思います。はい、ということでね、今回は2泊3日の雪中車中泊だったんですけども、いかがだったでしょうか。今回はね出発が遅れてトラブル続きだったんですけども、2泊ともねしっかり雪が降って車に雪を積むことができて本当に良かったです。で、今回はねこんな感じの雪だったんですけども、どうやらね年内中にもう一遍ぐらい鳥取の方で雪が降るらしくて、今度の雪はねどっさり降る可能性があったりするんで、またね可能であれば年内中に雪中車中泊の方にね来てみたいと思いますんで、皆様よかったらそちらの方見てやってください。はい、こんな感じですかね。ということで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。でね、今回の残金ですけども、結局ね1529円残ってるんですよね。で、こっから岡山まで帰るときに高速を使った場合には1360円で帰れるんで、高速道路を使って帰っても169円余るようになるんでね、今回はねお金が余ったんで、もう高速道路使って帰れたと思います。はい、じゃあね帰りましょう。はい、楽勝ですね。はい、でね、今運転してるんですけども、相変わらずナビ代わりのタブレット GPS がダメですね。死んでますね。で、あとね ETC もなんか終わりかけてますね。どうしたんでしょうね今回。なんかね段差を拾ったらこう ETC が一瞬落ちてからまた再起動してるみたいな感じでから、怖いなぁ。ちゃんと高速通らせてください。タブレットの方もねダメですね。もう帰ってねクリーンインストールするしかないかもしれません。 GPS の精度がめちゃくちゃ悪いです。もしかしたらねこの車で本麒麟じゃないビールを飲んだから車がやきもち焼いてるのかもしれませんね。そうか。とんでもないことを思い出しました。ひよこ作ってませんね。どっかで作ろう。どっか泊まって雪だるまが作れる場所ないかなと思ってるんですけどね、ないな。どっかパッと軽く止めれる場所がないかな。はい、なんかね名も知らぬ駅がありました。信号駅っていうところですかね。電車の駅みたいです。よし、ちょっとねこちらで作らせてもらいましょう。よし。ここはね本助さんって方のね親孝行で表彰された時に作られた日らしいです。じゃあねちょっとこちらに作らせていただきましょう。ごめんなさいね、変ないたずらじゃないんで許してください。可愛いの並べましょう。今回の駅はね作りやすいですね。いいのができました。本助さんのねところちょっと利用させていただきました。はい、オッケー。はい、ということでね無事ひよこも作れたんで、のんびり安全運転で帰れたと思います。はい、なんかね ETC が完全に死にました。電気さえついてくれません。これでね帰れるんでしょうかね。よいしょ。 GPS 信
号が失われました。はい。よいしょ。セブンでね、ちょっとコーラ買ってきます。はい。ということでね、コーラ買ってきました。129円でした。で、コーラが129円だったんで、残金がね、1400円です。で、もうすぐ高速なんですけども、高速乗ったらね、1360円で帰れるんですけども、どうなんだろう。ETC がね、死んでるんで、ダメだったらもう、帰ったら交換しないといけませんね。よし。とりあえずね、ETC がついてる車ですし、カードも持ってるんで、ちょっと、高速道路公団さんの方にね、交渉してみましょう。よし。つかない。よし、ちょっと聞いてみましょう。この車、ETC ついててカードも持ってるんですけど、はい、ETC の機械が壊れちゃったんです。はい、それではね、恐れ入りますが、今、通行券が出ておられますので、はい、OK。どうやらね、行けるようです。OK です。チケットもらいました。はい、中国道からね、岡山道に乗り換えます。はい、岡山道からね、山陽道に乗り換えます。昔はね、ETC ない時代はね、一つの車で30秒ずつぐらいかかってたんでね、結構渋滞がひどかったです。はい。すみません、ETC ついてるんですけど、はい、機械が壊れちゃって、はい、ちょっとじゃあ対応取りましょう。少々お待ちください。はい、すみません。ありがとうございます。はい、ということでね、無事 ETC 通過することができました。でもね、もう次回はもうダメですよっていうふうに言われました。当然ですね。で、僕もね、次回乗るまでには ETC ちょっとね、修理しておきたいと思います。で、ちなみに今回ね、かかった費用、全部で4960円でした。40円余りましたね。はい。でもね、充実した成虫車中泊が楽しめたんで、よかったです。はい。家に帰りましょう。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。